今日のテーマは礎についてちょっと議論を交わしていきたいなと思うんですけれども、まあせっかくお二人がいらっしゃるので、はいはい。包丁目線、カンナ目線っていうのも合わせながら、はいはい。解説含めその意見の違いとかっていうのもあればちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、まずこの開発に至った経緯とかもしそういうのがあれば。ね、一番最初はやっぱり付き合うようになってお話してる中で、僕は包丁、越後さんはカンナを研いでるのにもかかわらず、使ってる砥石がほとんど一緒だった、ここが一番本当に大きくて、でもその砥石の選び方がいろんなメーカーのやつを自分の目線で組み合わせて作ってたっていう、そこにすごく僕らはたくさんやってそうやって見つけられたけども、みんなはそんなことができるのか、一般的な消費者の方々がそこにたどり着けるのかって言ったらかなりハードル高い。じゃあ一つのブランドの中でちゃんと揃ってた方がみんな幸せになりやすいんじゃないかなっていう感じで始めたのが検証かな、そこは全く同じ。全く一緒ですね。ただ一つ勘違いしてほしくないのは、ラインナップは一緒なんですよ、使ってる。ただ若干使い方が違ったりするんですよね。同じ砥石は使うんですけど、使い方はやっぱ人によって違うので、そこは全く同じ研ぎはしてないよっていうところですよね。唯一近いほぼ一緒の使い方をしてたのがやっぱり頂き3000番のそのポジションっていうのはすごく近いところ、意気投合。それ以外の上下はちょっと違う使い方してた、同じラインナップの中で違う使い方をしてるって感じかな。実際検証をずっと作っていく中でもこれはいらないなっていうのもあったり、逆にこれいらないけど、いや俺はこれいるだろみたいな、あったりしました。あるんですよね。それ今はちょっとラインナップ検証って少なく、だいぶミニマムにしたんですけど、一時期めちゃくちゃ種類いっぱいあった、あれ実は各自の好みが違いすぎて、俺こっち俺こっちじゃあ全部作っちゃえってなったらあんなラインナップになって、そこは削るっていう感じじゃなくて、とりあえず作ったってどちらも作ったってやってみようです。とりあえず作ってみよう。で作ってみた結果、やっぱこれいらないよねとか、いっぱい種類があって、これのファンこれのファンが各砥石にあったので、ミニマムにするのが申し訳ないなと思いながらミニマムにするぐらいで。でもそれはあれですか、綺麗に包丁とカンナで分かれたわけではなく、もう人それぞれって感じですか？それですよね。であとはやっぱりカンナと一番決定的に違ったのが、包丁の場合って硬いのも柔らかいのも両方と使えるんだよね。でもカンナの場合はやっぱり砥石が柔らかいとやっぱり不都合がやっぱり出てくるから、基本やっぱりこちらがちょっとこういう人向けにちょっと硬さ柔らかめで作ってみてとか、こういうもの配合してとかって考えて作ったやつとかは大体ダメっていうそんなの使えないそういう時ってどうやって伝えるんですか？もうはっきりドストレートでこんなのダメめっちゃいいのにとか言いながらじゃあこの礎に関してはもうそういうのは結構あったりはしましたか？これもすごい難しいんですけど、基本的に僕砥石屋なので、業務で使うことないんですよ。業務以外になっちゃうんですよ。自分の技術を上げる、遊びじゃないですけど、削ろう会に出場して成績を出すためになると、もうそれ仕事じゃないですよ、の研ぎの感覚でいっちゃうのか、大工さんがお仕事として使う研ぎと削ろう会の研ぎって全然違うので、そこを考えて意見を言うのかで全然違うことを言っちゃうんですよね。包丁の使い方に多分寄っていくと思います、お仕事で使おうってなると。だからこの辺はいいんだと思います。特に旋盤、石詰旋盤なんて結構どう言うていいでしょう、馴染みやすい、柔らかく言うと馴染みやすい砥石、よく削って刃物の形に馴染みやすい砥石。究極あれですよね、その削ろう会とかの競技用になってくると刃がもう一直線みたいな感じに研ぐのが、現場だとちょっと端っこを丸くしたりとか。それはなんていうの？木をカンナ枕って分かりますかね？木の幅って広いじゃないですか、
を何回かに分けてカンナをかけるわけです。はい、ってなるとまっすぐに研ぐと段差ができるの分かります。その段差ができないようにするために刃の両サイドをシュッと上げてこういうふうに削る。合わせ面をこう作って、そこが平らになるように削るんですけど、手で触っても平らになるように。そういった細かい、そうです。数ミクロンの話なんですけど、だからそういう意味でその競技用と実用だと変わってくる。そうなんです。逆に競技用だとまっすぐ研ぎたいんですよね。まっすぐ、なぜまっすぐ研ぐかっていうと、刃先に対して端から端まで同じ圧力をかけるにはまっすぐじゃないとかからないんですよね。砥石まっすぐに直して曲がったものを乗せたら真ん中に力がかかって両サイド力がかからない状況を作っちゃうので、そうすると真ん中だけ削ってる間にここに10力がかかって両サイドゼロなんで、刃先の形状、厚さ、削れ方全て変わってくるんですよね。それを一定にするために足す。で全部に10かかってトンと当てると同じ刃先を作りやすくなる。競技用においてはどの番手を最も多用されるんですか？5000番です。5000番。はい。1000番なんて絶対使わない。それはやっぱりそのより精密でまっすぐな先を作るっていうことにおいては、はい。で研磨力すごく高いんですよ1000番。研磨力高すぎると刃先傷めるので。傷めるっていう表現するとちょっとなんかボロボロになるみたいなイメージがあるかもしれないですけど、そうではなくて、削れすぎてもう数ミクロンの薄い究極を出したいので5ミクロンポコってやられるとそれ直すのにどれだけ時間がかかるのってなっちゃうんですよね。時間がかかっちゃうんです。他のメーカーさんにも砥石たくさん出てると思うんですけど、ここでしか達成できないその結果っていうのはやっぱりあったりするんですか？この砥石を介在してではないと、やっぱりできないというよりかはそれが早くなるだったりとか、なんかそのこうベネフィットというかその利点、圧倒的な均一感、傷の均一感です。それも前回の話にもましたけど、傷の深さの均一感がすごく大事で、こう細かいギザギザがあって一箇所大きいのがドボンとずっとするじゃないですか。細かいギザギザが取れました。大きいギザギザだけ残ります。不均一の砥石。そしたらそれダメですよ。それをそこまで取らないといけない。よりその究極のところの話で言うと、それが均一であればあるほど、その目標達成がしやすいという意味においては、非常に均一で精密な傷をつけられるっていう点で優れてる。すごいね、本当絵を描いちゃうと分かりやすいんですけど、実面ですね、刃先をこう傷があって傷がこう深くある、こういう不均一な傷をつけちゃうと、ここまででここ刃先ですね、次の砥石でこう取るじゃないですか、残るでしょ、ここ取ったここってめっちゃ接地面積増えるでしょ、研げないんですよ。ここに到達するまで3倍かかるんです。3倍とか4倍。そういうことなんだ。ここはだってこの辺からこう取ってここを取っていくだけなんで、ザク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 って落ちていくんですけど、だんだん研げなくなっていって、で同じあと1倍2倍取れるのに、ここ5分かかったらここで10分、ここで20分とかかかっちゃうんですよ。そういうことか。点接点が増えちゃうので、点接点になると削れにくくなって、だからこの傷を極力作りたくないんです。そうです。せっかく5000番みたいな、5000番での傷がこれだとしたら、細かくしているはずがダメなんですよね。これやったらこれぐらいの大きい傷も3000番でこうして、1000番でもいいですわ、こっちの方が早いんです。だから不均一な砥石っていうのはその薄削りにおいてはだけの話ですよ。もう本当に極端なこの薄さっていうのを追求する上では、やっぱりそこが悪です。邪魔になってくる。だから普通の仕事、普段の仕事であれば逆にこれがいいんですよ。不均一での方が今度削る時も接地面が少なくなるので、そうなると引きが軽くなるし。藤原さんは逆にその仕事としてその包丁をより多く研がれてると思うんですけど、その型場の包丁で業務でいうと、3本とももう全部使うんですけど、
一番やっぱダントツで多用するのは5000番かな。そこはもう一致というか。でもその役割はもう全く違う、そうだよね。一番活躍するのが個人的な感覚で言うと、鋼と地金がある合わせの包丁を考えた時に1000番って地金優位で鋼削る力が弱い感覚なので、5000番の方はどちらかっていうと鋼と地金を同じぐらいのペースで削ってくれる感覚だったりする。荒砥になればなるほど鋼よりも地金ばっかり削ったり、鋼削らないのに泥で刃を丸くするっていうので、鋼意外に削らないんだよね。だからその硬さによってももちろんその感覚は違って、その時に3000番の方がいいケースもあったり、5000番がいいケースもあったりっていうのはちょっと変わるんだけども、だから1000番は合わせの包丁でいうとしのぎを上げる作業とか、全体的に削るっていう作業はできるんだけども、平坦にする、平滑にする、その切り刃にフラットを作るとかっていう作業をやろうと思うと、やっぱり3000、より5000の方がやっぱりすごくやりやすくて、でさらにやっぱりイメージでは1000番は鋼と地金の削ってる割合でいうと地金の方がかなり強く削る。で、5000番に関してはイメージ的にはほぼほぼ同じぐらいのペースで削れていくような感じっていうのが感覚としてはやっぱりあって、だからその例えば小刃を研いで熱くなった包丁とかをやっぱりまず一回小刃を消したいですって言った時にやっぱり2つ併用していく、そうすると小刃付近のところから切り刃を丸く研いで、小刃と切り刃のその角の部分をこいつでちょっと削ったり、でそれで丸くなったやつをまた5000番でフラットに戻したりみたいな、そういうことをやりながら研いでいくっていう中で、やっぱり今までちょっとやりにくかったフラットを出すとか、その鋼を意図的にその狙ったところをやっぱり薄めるとかっていうのは5000番がものすごい優秀なんだよね。やっぱそういう意味で結構変わった面も大きいです、この5000番の出現によって。そう、この5000番はそこがものすごい優秀。あともう一つ神がかってすごいのが、塗竜の大きさの壁っていうのがあって、例えば1000番15ミクロンあるのね、じゃあこの砥石の上に泥が乗った場合、その研磨剤が乗った場合、確実に15ミクロンの粒が上に乗っかってるんだよね、そうすると包丁のその凹凸が15ミクロン以下だった場合研げちゃうの、要するに砥石には当たってないんだけど、包丁と砥石の間の泥で本来研げちゃいけないところが削れちゃう。で今まではそれが分かった場合やっぱり交番手で直したいんだけど、交番手に行くと研磨力が落ちるのよね。そうすると時間がかかる、でもそれをまた下げてしまうと削れたように誤解するだけで結局治らない、だからすごい時間をかけて結局その小さな誤差を直さなきゃいけないっていうのがすごい面倒くさかったんだけど、さらに5000番で研磨力があるっていう砥石ができたことによって、より当たらないところに塗竜が当たらなくなってくるんだよね。泥がより小さくなったから、そこでさらに研磨力があるっていうのは、自分の仕事の中でちょっと神がかってるよね。削れる5000番やばいみたいな。めちゃめちゃわかるそれこんなピンポイントな仕事をしてくれるの。なんか削れる5000番であるっていう、もうこの意味がわからない相反するところがかなってるっていうのが、この礎の5000番のすっごい気に入ってるところかな。じゃあ使う上でやっぱ多くの5000番とは、一線を画すというか違う存在ではあると思うんですけど、やっぱ使う方ってその一般的に多く世の中に出てる5000番とこう比較されてしまうと思うんですよ。前回の砥石の話じゃないですけど、それをつなげてる土台の影響が大きいっていうのを考えると、その5000は5000だけれども他の5000とそもそも比較してはいけない、そういうその概念で使っちゃいけないっていうのもあるのかなっていうのはすごい感じたというか、もう全然同じ概念で使わないでほしい別物としてやっぱり扱わないと、逆にこう思ってたのと違うなとか、これって5000番なのになんかめっちゃ傷入ってるなとかって感じてしまうのかなっていうのも思ったので、そこはなんかそういう前提としてこういう用途に使うにはものすごい適してますって、すごい画期的ですっていうのを理解した上できちっと使用すればものすごい効率も良くな
本当にすごくいい砥石であるのはもう、ね、自分でもやっぱり、商品化をしたいって思ったっていうところも含めてそうなんだけども、何が一番問題かっていうと、この説明がクソ長いっていう。確かにこれをね文字に起こした時に誰が読んで分かってくれるんだろうっていう、確かにね、そういう意味で正直すごい気に入っててめちゃくちゃいい砥石だと思って使ってるんだけど、売れなくて当然かなとも思ってる砥石かもしれない。その理解されない、理解をしてもらえる砥石なのっていうとすごく難しい砥石であるのは事実だね。切れるようにする砥石じゃないんで、この話に結構なることが多くてこう使い手側としては既存の5000番のイメージがどうしても強いのか、やっぱりでもそこを伝えてそれを理解して使っていただければまた変わってくるのかなとも思うので、ただ本当何がいいって僕特殊なビジネスで年間契約っていうのやってるけど、ものすごいやっぱアレンジの幅が効くので、そのまま面直しして使ったら大体イメージ的には3000番ぐらいの引っかかりのある刃がつけれるから、出刃の刃付けにそのままもう使うっていうお店さんがめちゃくちゃ多いのと、であとはその意図的に空撃って言って研磨剤と研磨剤の隙間が非常に広い砥石ではあるんだけども、その面直しをダイヤでした後に他の砥石でその目をわざと潰す、6000番とか8000番とか別の砥石でこすってあげると、砥石のその表面に青い8000番だったら青色がつくんだけども、青色がめっちゃ入ってたら目が詰まってるのが分かるのよね。その間に入ってるよねって言って肉眼で見える、その状態でやってあげると結構その空撃がない5000番に近い仕上がりが出せるのね。イレギュラーで激型出たじゃないですか、使われました。最高っすよね、ああいうの大好きです1000番のね激型片口っていうね、こうカンナの目線としては1000番の片口良かったですよ。そうの方が使える、使いやすい、使えるというか使いやすい。正直片口激型は僕もめちゃくちゃ気に入ってはいて、いるんだけども、そのバランスの問題だよね。その全部硬くするとカンナはいいんだけども、さっきの包丁の合理的な早く研ぐという考えで言うと、全部フラットを作ってフラットをつないでいくと削れないんだよね。それはね、分かるよ。だからさっきね別の動画でも言ってたダイヤモンドの砥石で削れるかって言ったら、丸くしたやつをフラットにするのは神がかってすごいけど、フラットになってこすった時には削れなくなるっていうのと一緒で、やっぱりどこかで少し壊すっていうのは僕の中では必要だと思ってて、それをじゃあベースのラインナップで構成する場合はやっぱり柔らかいのからちょっとずつ硬くなるような形を狙っていく方が失敗しにくいというか、いい形を皆さん作ってもらいやすいだろうなと思って作ってるんだけど、ただスポットというか削ろう会専用モデルとかそういうちょっとイベントとかそういう時にはそういう硬いやつを入れてもいいのかなとは思って、それはでも余白というか僕らももう分かってるし、理解をしているっていうので、そういうのは必要に応じてまた作ればいいのかなとは思ってもいるんだけども、ただそれがさっきの話レギュラー入りするのかどうかっていうのはまたちょっと別の話なのかなと思って。そうなんですよ。削ろう会の場合は今先ほど月山が喋ってた形を潰して直してっていう作業は一切ないんですよ。だってもう形はできた状態で刃付けをする作業に特化してるんで、なので硬い砥石がいいんです。完成されきってるところでちょっとだけ切れ味が落ちたところからもう一回戻したいだけ、そこの勝負なんですよね。でお仕事、その大工さんお仕事になると形を直す作業も入ってくるんですけど、その月山の作業ほどは入ってこないんです。どっちにしろそんなに潰れないですそもそも自分専用で自分用に研いでいる刃物が自分が使うために研いでいるものなので、もう形もそこそこ決まってるんですよ。ちゃんと自分好みの形、ちょっとだけ直して刃をつけるっていうのが仕事で、削ろう会はもう形はバッチリ決まってて刃先だけの勝負っていう研ぎをするので、崩して直してっていう作業はほぼしないんですよねってなると柔らかい旋盤がちょっとネックになってくる。そういうことですね。あえてそこを使う必要性がその競技に
おいてはない、競技においてもないですし、旋盤って削れにくい、鋼が削れにくいって言ってたじゃないですか、それ結構同感で、なので旋盤の方が刃先にグイッと力を入れて研がなくちゃいけないんです。そうなんです。刃先をちゃんと研ぐために。そうして初めてバランスよく、バランスをそこで保つんですけど、はいはい、で柔らかい砥石に力を入れるとへこむんですよ、でへこむイコール形崩すんですよ。なるほど。一番力入れる、ちょっと力入れる、力入れないんですよね、番手が上がること、力入れたいのに柔らかいってやめてくれよって思っちゃうんですよ。そういう意味では粗い番手の方が硬い方がいいってことですか？1000番までの話やったらそうかもしれないです。だからそこでもう320番は若干今度固めに作る。今度硬すぎると滑っちゃうんですよ。もうめちゃめちゃあと一番難しいですよね。バランス取るのが難しい。めちゃくちゃ難しい。柔らかいと壊すし、硬すぎると滑って全然削れないし。今暁っていうシリーズも同時並行で存在してるじゃないですか。カンナにおいてはその暁のおける立ち位置というか、もう暁はもう優しい砥石です。優しい。すごくいろんな優しい砥石。研ぎ心地も優しいし、でクッション性がある砥石なんですよ、若干。なので例えばどこかでミスって刃先にちょっと乗ってない、ここでクッション性があると刃先にちょっと食い込んでるんですよね。刃先に当たってくれるんです、嫌で。刃がつきやすいんです。順序としてはこれで土台作りというか、礎っていう名前の通り形作りをして、で暁で仕上げる。そうですね。プラスこうはその母体の話してたじゃないですか。母体が柔らかいので負荷をかけてドンと刃先に負荷がかかった時にこいつは刃先を潰すんですけど、向こうは柔らかいので土台が研磨剤が逃げてくれちゃうんですよ。で刃先にも優しい、すごくどういう手でしょう、誰が研いでもいい刃がつきやすいかもしれないです、向こうの方が。ただ気をつけなくちゃいけないのは、甘えすぎて暁ばっかりで研いでると刃先が丸くなりすぎちゃうんですよね。そこばっかりずっと埋まりながら研いでるんで、ちょっとずつ、そうすると逆に刃先全く当たらなくなる。そうなってくるとこっちに戻ってフラットに作業が必要なんです。そういう補填関係というか、そうですね。これでフラットに戻して普段の切れで声出しながらもある一定期間やってるとやっぱり丸まってきてしまうから、それをまたこっちでリセットしてっていう使い方、包丁に関しても同じような。基本的にここでもう5000番でほぼ完璧できてたら、あとはもう何使っても全部当たるので、特別こうかけたりだとかそういう大きなことがない限りはもうこれでその仕上げ前のフラットの状態には戻せてしまうんですか、5000番。でもよほどのことがない限りはそこからもう粗い番手からスタートすることがあんまりない。そうだね、もう年間契約で言えば、本当に5000以上あればもう十分。でやっぱり1000番っていうのは欠けてるものを直すとか、大きくなった小刃を小さくするとか、そこからなんか320、1000番はやっぱりそういう特殊な使い方、もうリセットっていうところまで行こうと思ったらそこから、それ以外はもう本当に3000、5000でも十二分かなとは自分で思っていて。仮に一般のその料理人の方が新しく例えば柳刃包丁を買いました、でそこからこう薄めていきたいです、何番から始めることをおすすめします。それはもう僕の中ではリセットというかリメイクというかそういう次元になる可能性があるので、その場合はやっぱり1000番からいった方がいいかもしれない。あくまでもその誤解しないでほしいのが、1000番と5000番トータルで削ってる量はどっちが多いって言われると多分1000番なのね。それは地金と鋼とあって、地金がめっちゃ削れて鋼は比べて弱いよっていうイメージで、ただじゃあ総量として削ってるっていう量で言うとやっぱり1000番の方が削ってるとは思うのね。だから今の話を誤解して5000番でも1000番の代わりになるぐらい削れるんだっていうのはまたちょっと意味が違うので、それはちゃんと言うとかなったね。そこは間違えないでもらいたいところかなと思うね。だからやっぱりそれなりにある程度しのぎを上げるとか、
全体的に一回その研ぎ下ろすとか何かそういう作業をするっていう意味ではやっぱり旋盤、そこから攻め込んで精密にとか土台をそのしっかり作り込みますっていうのに3000、5000と上がっていくっていうのにすごく最適で、その時の塩梅としてやっぱり鋼と地金が同じように削れていく感覚の中でフラットができていくっていう風に感じるかなっていう、そういうイメージなので、やっぱり買ってすぐの包丁はやっぱり旋盤がないとちょっと厳しいかなとは思うかな。そうでしょうね、きっと。その包丁の鋼材にもよるからね。白と3号だったら3000、5000でもいけるかなって気はするけど、白紙2号でちょっと固めですってなったらやっぱり旋盤はちょっとあってもいいかなと思うし、それ以外の硬質系はあっても全然いいかなと思うね。使い分けとしてはある程度のその仮に新品を自分で刃付けするっていう場合はやっぱり旋盤からある程度やって自分の形ができたと思ってからその先の日々のメンテナンスとしてはその5000があるとすごく便利っていうか、もう一回線に戻る必要がなくそこからスタートできるっていう。ある程度研ぎの経験がある人ですから、もう一歩何か進むとすれば、砥石の長所と短所をしっかり理解しておく。でこいつは何が得意で何が不得意だよ、ビトリファイドの砥石は。でレジノイドの砥石は何が得意で何が不得意だよ。でマグネシウムはバランス的にいいですけど何が得意で何が不得意だよっていうのを自分なりに理解しておくと使いどころが変わってくるんで、長所ばっかりその砥石の長所ばっかりをプラスで使ってやると、めちゃくちゃいい刃がつけれるようになると思います。一歩前には進めると思いますね。その工程ごとにちゃんとこの工程で何をしたいかっていうのが明確にした上で選択をしていけば、プラス番手にごまかされない。それはこれにおいても結構そこはなんか買われてる方にも伝えたいことではありますね。基本的にこの320番から礎シリーズが始まって5000番までが320、1000、3000、5000と礎シリーズで、そこから暁シリーズで3000、6000、8000、1万とあるんだけど、ほぼそのまま使うのがベスト。礎の5000の次に暁3000があるぐらいの感じで、その5000という数字にあんま左右されない方が、それの並びは何ベクトルかって言ったら傷の深さベクトルで並べるとそうだと思う。深さでいっちゃうと鍵盤台としてはね、5000番を使ってるのは嘘じゃないんだけども、つく傷の深さで考えるとその空撃っていう隙間の関係で広ければ広いほど鳥に当たる面積が増えちゃう。それも含めて、あとやっぱり固定されてる力が強いから引っかいてやっぱり削ってしまうっていう深さが上がりやすい。そういう意味ではやっぱり5000の後に、だから自分もよく5000の後に暁3000はすごくよく使うし、その後に8000とかいろいろ選択肢がまた出てくるんだけども、やっぱり5000の後に3000番入れておくとすごく後が楽かなっていうのはいつも感じてるかな。その大きく3つにしか分けてないですけど、レジンボンドも何千種類とあるので、そうですよね。またこれによって答えも若干変わってくるんですよね。そのビトも一緒で、言うたら焼き物なんて陶器的なやり方と磁気的なやり方、それに伴うボンドの種類がすっげえあるんですよ。これも何種類もブレンドされてるんですけど、全然変わっちゃうんですよね。そういう意味でなんかこの製法で分けたとしてもビトリファイドの5000ってあんま記憶がなくて、その市場に出回る、あんまりないですよね。そういう意味でやっぱそこのズレが、その番手で見た時のズレが大きすぎてなるほどなるほど、受け入れられがたかったのがあんま売れてないっていうのにつながってるのかな。売れてない数的に全然売れてないし、あんまり宣伝してないし、宣伝はしてない。それが一番大きいかも。何がいいのかを言わないと売れないんだけどっていうのはもう分かってるんだけど、発信しないですね。説明がそれをちょっとこう伝えてありがとうございます。いきたいなっていう。ありがとうございます。せっかくこう2人のお気に入りなんで本当に良くて普段から使ってらっしゃるわけじゃないですか。そうね。ただ逆に言えばめちゃくちゃダメなところもやっぱりあって、もうこれが最大のもう究極のデメリットなんだけども、やっぱり地金を引く。
あ、そうなんだ。いやもうステンレス地金は、もうステンレス地金は超苦手。ただ個人的には地金を飛行が使うけどね、もうガリガリボリボリ言っててもそれでも圧倒的に速い。ただ難しいところでそれに対応できるだけの加圧ができないとそのパフォーマンスがちょっと得られない。地金が柔らかくて研磨力が強いと引っかかりがすごいから、すごく悪く言えばめちゃくちゃ重い。滑走感が引っかかりすぎて重いから、それに負けない力でいくと恐ろしく削ったりしてくれたりとか、パフォーマンスはグッと刺さった状態でガッと持っていかなきゃいけない。もう負けないぐらい押し込まなきゃいけないっていう。ただそこら辺がやっぱり合わない場合はやっぱり使うべきではないとは思うね。極論僕らの砥石が、ね、今の話絶対いいわけでもなければ、なんかこれがすごくいいって聞いたからこれじゃないとダメなんだっていうのはまたそれはそれで違って、天然砥石でね話したのと同じで、やっぱり合う合わない好き嫌いみたいな絶対出てくる。でもなんか一回用途というか出番を分かった上で使ってみて、それでも嫌いなのかどうかっていう判断をしてほしいなと思います。正しくそれこそ目的に合った使い方をできてないから使いにくいと思ってる方もいるかもしれないんで、ちゃんとここでこのタイミングで使えばすごい使いやすいですよっていうのが分かれば、それこそまた輝いてくるかもしれないので、業務ではね間違いなくなかったらちょっと仕事進まない。裏返しで言うとめちゃくちゃ早くなったからね、自分の仕事の中では。そういう意味ではね、すごい削る砥石って、人工的な砥石の中でもやっぱりかなりハイレベルに削ってくれる砥石の方なんじゃないかな。トップクラスにいいっすよね、きっと削るにとからすると。この仕上げの工番手でやってる人にとってはすごい効率の上がる砥石かもしれないです。逆に普段の研ぎの癖なのかルーティーンが、もう1000番から削ってで3000で5000仕上げぐらいの感覚とかでやってると、また用途としてはその人はもしかしたら必要としないかもしれないですよね。その8000、1万とかそこら辺でやってる人たちからすると1000までもまた戻してやんなきゃいけないのっていうところを5000止まりでまたスタートできる、戻る必要がないのに今戻さなきゃいけなかった。それは大きいよね。大きいね、それはね。特にね、やっぱり僕がすごくお付き合いさせていただいている料理人さんが多いけども、やっぱり料理するのが仕事で、研ぐのが本当の意味の仕事じゃない、そうなるとやっぱりいかに短い時間で最大のパフォーマンスを出せるかっていうのは、やっぱりその現場においてこちらが考えてあげなきゃいけないことなんじゃないかなとずっと思ってて、そういう意味でもやっぱり、工番手でよく削る砥石からスタートできるっていうだけで何十分も変わってくるって可能性がやっぱあるから、そういう意味ではねいい砥石なのかなとはやっぱり自分でも思うんだけども、総評すると最初のその新品の状態の場合は1000番からしっかり削ってあげた方がいいっていうお話だったと思うんですよ。でやっぱ5000っていうのは普段8000番とか1万、それ以上の番手で主に使っていらっしゃる料理人の方で、カンナのお話でもあったと思うんですけど、そればっかりでやってるとやっぱりだれてくるというか丸まってくる、っていうのを一回リセットするってなった時に、そのリセットを今までは1000とかからもう一回積み上げていかなきゃいけなかったのが5000からスタートできるっていうので、この手前をすっ飛ばせるっていう意味でかなりその効率化を図れる。でそういう使い方をしている方にとってはすごい、仕事が早くなる道具としてすごい優れてるんじゃないかなっていうのは僕はすごい感じた砥石ですね。そういう使い方をしていただくとまた違った良さが見えてくるのかなというか、逆に仕事が早くなったと感じる方も増えるんじゃないかなと思うんで、もし持っていらっしゃる方は今回のお話を聞いてそういう使い方をもう一度してみたら、また出てくる効果というか自分が感じる体感も変わってくるかもしれないですし、これから欲しいなと思う方は今自分の研ぎを見返して、ここからやってたけどでもこれを購入したらそこは飛ばしてここからスタートできるっていうようなイメージで買っていただくと、自分の用途に合った選択になるんじゃないかなっていうのはすごい感じました。ということで石杖の用途というか伝えたいこと的には大体こんな感じの
使い方をしていただけると、試してもらうのが一番いいんですけどね。ベスト一番、はい、そうですね。